大阪万博めっちゃ人が多いけど最高やった行って後悔なしです。皆さんこんにちは、こうくんとポンタンです。今回はゴールデンウィーク休暇を利用して大阪帰省してきました。期間は5月3日から6日の4日間です。開催されたばかりの大阪万博に加えて、今回は大阪周辺を多めに観光やグルメも紹介していきます。4日間だけどかなり予定を詰め込んでいるので、スケジュール実行していたこうくんかなり疲れてたね。それではポンタンと行く大阪旅行万博お出かけ編スタートです。出発。尻尾フリフリ。東京からは羽田空港経由で伊丹空港に向かいます。ここで最初のハプニング。始発に乗る予定が乗れませんでした。始発の1本後の電車に乗ったけど、5時44分に羽田空港第1、第2ターミナル駅に到着。保安検査場は5時59分までに通過が必要。国内線出発フロアに到着したら、荷物預けコーナーは人がいっぱい。済んだと思ったら、プレミアム窓口は人が少なかったのです。昨年は出張頑張ってスーパーフライヤーズ会員になれたので、なんとか間に合い、5時56分に保安検査場を通過できました。このために2024年は出張いっぱい頑張ってたと言っても過言ではないってやつですね。なんでやねん。大阪に行くからって関西弁使っちゃってこのえへへ。無事に伊丹空港に到着し、モノレールと阪急を経由して梅田に到着。あれ、大阪駅って言わないんだ。なんか昔っから梅田って呼ぶ方がぴったり当てはまるって感覚なのよね。まずは最初に阪神梅田駅の改札近くにあるミックスジュースから。梅田に来て寄れる時間があったら寄っちゃうくらい何度も行きます。いきなり大阪らしいチョイス。ミックスジュースも実はローカル飲料だったりするんだよね。関西の喫茶店とかだとよくあるけど、関西から出るとないんだってなったんよね。その後、一旦実家に荷物を置きつつ、大阪メトロの1日乗り放題チケットを購入。万博会場の最寄り駅の夢洲駅は対象外だけど、それ以外の駅は使えて、土日祝日は620円とお買い得。まずは谷町線の長原駅まで行きます。結構中心部から離れたところまで行くんだね。最近ここにできたスガキ屋でたこ焼きも食べられると聞きまして。いや、これ名古屋グルメだ。東京でスガキ屋食べられないんだもん。あとスガキ屋のたこ焼きまだ食べたことがなくってね。たこ焼き8個入り甘辛泥醤油500円。スーちゃん焼きソフトクリームセット320円。たこ焼き自体は大阪タイプのふわふわ柔らか系でした。甘辛泥醤油の味は関西では経験したことのない味付けというのが名古屋らしさなのかな。ふわふわ柔らか系ってのは本場の名古屋でも同じなのかな。それは実証実験してみないとわからないから、名古屋行って寄れるタイミングがあったら食べてみなきゃね。続いては難波駅まで移動して道頓堀今井へ。名前は知っていたけど今まで行ったこともなく、伊丹空港を使うたびに ANA の保安検査場内にお店あるなーって気になってたんよね。なので本店に来てみました。親子丼小うどん付き1750円。
うどんは優しいお出汁で、関西のうどんだとほっとなる味でした。親子丼は今まで食べてきた親子丼で一番美味しいと感じました。鶏肉自体にも味がしっかりついていて、その味と喧嘩することのないお出汁ベースの味付けが最高でした。こうくん、親子丼一口ごとにうっとりして手が止まってたよ。真ん中の卵を割るとさらに濃厚な味に変化。もっと早くに来ていたらよかったと思ったけど、年を重ねたからこそ味わえる味だとも思えます。また来た時は他にもいろいろメニューあったけど、親子丼食べちゃうんだろうな。ちなみにこのお店、今回の帰省のタイミングでポンタンに食べ物案を出してもらったけど、その時におすすめしてもらったのもあって採用しました。こんなに美味しい食べ物を提案してくれるなんて最高の相棒です。えへへ、どういたしまして。続いては本町駅から商店街を南下していこうのコーナーです。本町駅はオフィス街なので平日はあまり人の利用状況はないと思いきや、御堂筋線から万博方面に向かう中央線に乗り換えられる唯一の駅だからか、乗り換え利用している観光客がいっぱいいました。平日はサラリーマンの人も多いだろうから、万博期間中の本町駅は大変そうね。本町周辺といえば船場。船場といえばこれだよね。棚が真っ白になった。ささやきおかみならぬささやきこうくんだ。ちなみにあれって2007年の出来事だって。え ?18 年前？急に怖いこと言わないで。そんなこんなで特に何もなく心斎橋まで到着。心斎橋はちょっとおしゃれ感もありつつな商店街エリアですね。さらに南に行くと、いよいよメイン道頓堀でございます。いつ来ても人が多いんだよね。まあ大阪の南エリアの一番有名なところだもんね。たこ焼きとかの出店とかもいっぱいあるよ。動画撮ってみて改めて思ったけど、めっちゃごちゃごちゃしてるエリアだね。観光客としてはこういうごちゃごちゃした大阪が好きなんだと思う。さらに南に移動して551蓬莱本店。大阪といえば551ですな。豚まんはお店で手作りで作っているんだよ。ちなみに3月に東京新宿の京王百貨店の催事で551がやってきたから行ってきたんだけど、その時に作っているところを撮影していたのがこちら。すごいファンサービスじゃんこれ。忙しいだろうにサービス精神旺盛だよね。ほんと好き。今回はアイスキャンデーを買って食べました。期間限定のマカダミアナッツ160円、フルーツ160円。もうすでに暑いのでアイスキャンデー美味しくいただきました。ちなみに551本店にはレストランもあるのですが、少し隣に蓬莱のレストランもあります。間違いやすいのですが別のお店です。味も違うんですよ。ルーツは一つの同じ会社みたいだけど、会社が分かれているのもあって味とかも違うみたいね。
ちなみに551蓬莱を改善再現ってよくニュースにも取り上げられていた東京豚まんですが、551の催事の時に食べてみたんですよ。食べ比べとして。全然違う味でしたよ、ほんと。あれを551と一緒だって言っている人、絶対551をあまり食べたことのない人の感想ですからね。僕みたいに大阪生まれ大阪育ちの人がウキウキしながら買ったら、がっかりするレベルで味は違いました。別物として楽しんでいただけたらと思います。手厳しい意見だ。ここでポンタン豆知識。551の豚まんは奇数個でも注文可能だよ。お店のショーケースのメニューだと偶数個しかないから奇数ダメなのかと思っている人多いかもだけど、1個からでも注文できます。次はさらに南下して難波駅です。昔はこの辺も道路があって車も通っていたことを考えると、だいぶ様変わりしたなってエリアですね。もうちょい南下してとあるローソンに東海スターレールコラボだ。今やっているオンパロス編のやつだね。この Q くんかわいいんだよね。淀屋橋駅に移動して大阪市役所へ。大阪市に引っ越しでもするの？脈々様のオブジェ見に来たのだ。かわいいですな。そのまま歩いてお茶休憩でもしようかなってロンドンティールーム堂島本店まで行ったけど、めっちゃ混んでたので諦めました。また今度行こう。悲しいので代わりにまたミックスジュース飲みに阪神梅田駅まで歩きました。さっきローソンで東海スターレールコラボ見たときに、そういえば美穂代公認のお店が先日オープンしたばっかじゃなかったっけって思い出したので、東梅田駅から大日駅まで移動し、イオン大日へ。未来屋書店大日店の中にあるエリアでお出迎えしてくれたのが原神のキーニチと東海スターレールの炭鉱だ。こうくん落ち着いて。星だ、星がいると興奮しながら店内へ。アニメートよりも全然多い品揃えで大興奮。最近中国人の友達からタオバオの使い方を教えてもらったから、中国から発送してもらえるようになったけど、現物見て買えるのはやっぱりいいよね。ってことで購入したものがこちら。買いすぎでは。日本じゃ普通には売ってないから、中国への旅行費を考えると実質タダですよ。最後に弟と一緒に徳田酒店という居酒屋へ。大阪帰省するとよくというかほぼ毎回のごとく行っている気がするお気に入りの居酒屋さんです。東京にもお店が出店し始めていて、パスポート作るときにすっごい時間がかかってたときに一人飲みとして利用したくらいお気に入りです。そんなこんなで1日目の5月3日は終了です。歩数は31,997歩でした。しんどい。初日から飛ばしすぎだよ。5月4日、今日は大阪万博だ。今回の旅のメインディッシュだね。大阪メトロ中央線で夢洲駅へ。できたばっかりの駅だから広くて綺麗だ。
入場するのに時間帯を予約するシステムで、10時からの回に予約しました。9時30分くらいに駅に着いて、待機列で待機です。外で待つの大変かもね。これは、オタクの僕、夏コミよりも全然楽なことに気づいてしまった。人の多さも多分うまく分散されているのもあって、コミケの方がきついと感じたので全然マシっす。まあ、まだ暑さがマシってのもあるだろうけど、訓練されたオタクの意見なので、あまり参考にしないでね。入場後、地面に記載されているウェルカム脈々文字、反対側から見ると、グッバイだ。すごい。そして脈々様がお出迎えしてくれます。今回の最大のミッション、それは JR 西日本のお土産コーナーにていこちゃん限定グッズを買うこと。夢島駅側のゲートは東、 JR 西日本は西ゲートの方なので、入場後早々に大移動の開始。もう外の窓とかのイラストからテンション上がりまくりです。いこちゃんも脈々様もかわいい。一番のお目当てはもちろんぬいぐるみ。脈々様をまとったいこちゃんぬいです。他にも大量に買ったところ、結果的に買った商品がこちら。めっちゃ買っちゃってるね。続いて向かったのはテックワールド館です。大阪万博では民間パビリオンは13個あるうちの一つです。わかりやすくはっきり言えば台湾のパビリオンだよ。台湾のパビリオンとして出られないのはいろいろな理由があるんだろうね。受付スタッフの人に、ここって台湾のパビリオンですかって聞いている人がいたけど、すっごい答えづらそうに返答してたもん。ニュースでは台湾は博覧会国際事務局に加盟してないからって言ってたよ。感想ですが、今回訪問できた万博パビリオンの中で一番行ってよかった、万博来てよかったって感じました。尻尾センサーがピピッと反応してたもんね。ちょっとだけご紹介。すごくない？台湾が半導体に強いからこそできる技術のプレゼンですよ。個人的にはこういう技術力の凄さが前面に出ている展示を見れたらなって思ってたから、台湾パビリオンはとっても良かったです。口コミとかも調べてみたけど、パビリオン見終わった時にもらえるグッズ、
台湾パビリオンが一番好評みたい。IT 技術の進歩とかが好きな方はぜひ行ってみてくださいね。そこからはいろんなところであまり待たなさそうなところをひたすら歩き回ってました。大きめのパビリオンとかは1時間以上待つことが前提で、今回はイコちゃん限定グッズの確保と雰囲気を味わうのがメインなので、いろいろ巡るのが最優先。結構広いのとパビリオンの見た目も凝ってるから歩き回るだけでも楽しいんだよね。歩き回ってて気づいたのですが、エタリアを履修済みのオタクなので、そっち方面でもめっちゃ楽しかったです。例えばここ、ラトビア、リトアニアのパビリオンなんだけど、エストニアおらんやん。バルト三国じゃないんかって思えたのもエタリアのおかげです。学校の授業とかで学ばなかったの？学生時代は日本史も世界史も全く興味がなくって、社会科の授業も地理は地図眺めてて面白いっていう理由で選択したからね。最初の食事はフランス館にあるパンを食べました。パンスイス1080円、クロワッサン抹茶702円。バターの風味もしっかりあってバランスの取れたパンでした。料金としてはこういう場所にある食事としてはこういうものじゃないですかね。ただ2つともこのお店限定食べ物ではあるものの、ここでしか食べられない特別な食べ物だという感覚はなかったです。ちょっと厳しめな意見だね。隣の京都府はパン激戦区だから、多分京都でも似たようなパンは探せばあるだろうなーって思っちゃってね。続いてはスシローです。万博に来てスシローにって思った人もいるかもしれませんが、このスシロー未来型万博店しかない商品があるので来ちゃいました。11時に整理券もらってお店に入ったのは16時なのでかなり待ちます。整理券は当日現地でしか取得できないから、行きたい人は入場後にすぐ向かった方がいいかも。テレビくらいの大きな画面を使って注文とかもする形です。そしてこのお店限定で全テーブル参加型のゲームがあります。弟が別行動で先にお店に入って待っていたところ、ゲームが開始してしまったのですが、一人でのんびり楽しむかって思っていたところ、店員さんが一緒にやってくれるということで、その一部始終がこちら。だけタッチして、一人で触らないように。準備はいいですか？
終了です。皆様のおかげで海の森が全競と融合しました。ありがとうございます。さて、このゲームで作ったウニ、陸上で養殖した後に実は磯前森海作りとして白リアル型万博店で美味しく味わえます。海のバランスを守りつつ塩自慢のお寿司をぜひお楽しみください。ウニたくさん取った人、万博楽しんでる人、これからも楽しんでください。はい、ランキング発表までもうちょっとしかないよ。ランキング発表で1位はありがとうございます。ありがとうございます。紹介から1位から5位まで表彰をいたします。皆様素晴らしい活躍ありがとうございます。この後も万博をお楽しみください。まさかの2位になり、店員さんとキャッキャする33歳のおじさんでした。僕が代わりに参加したかった。ゲームが終わり、弟も合流したので食事をすることに。まるでシーフードな軍艦3貫270円。植物生まれのカニカマ天握り230円。京樽姫茶金寿司190円。クリームチーズの揚げ巻きスパイシーツナのせ330円。京樽姫茶金寿司とクリームチーズの揚げ巻きスパイシーツナのせはこの店舗限定なだけで普通に美味しい変わり種お寿司でした。植物生まれのカニカマ天握りですが、まあそもそもカニカマってカニは別に使用されてないのですよ。カニの身に似せたかまぼこ、略してカニカマです。かまぼこは魚肉のすり身を成形して加熱した食品なので魚がメインです。カニカマ、カニは未使用。このカニカマ天握りはスシローが公開しているアレルギー情報を見ると小麦と大豆は使われていますね。植物生まれという名称からも魚は使ってなさそうです。植物生まれのカニカマ天握り、カニも魚も未使用。カニでもカマでもない。まるでシーフードな軍艦3貫はまるでネギトロ、まるでサラダシュリンプ、ミライクラの3種類になります。こちらもスシローが公開しているアレルギー情報を見ると小麦と大豆は使われていますね。項目にエビ、イクラもありますが、当然そこに丸はありませんでした。まるでネギトロは強いて言うならサーモンネギトロみたいな味がしました。普通に美味しいです。まるでサラダシュリンプは味はエビ寄りですが、食感はまだエビからは遠く、こんにゃくかなーって思いながら食べてました。ミライクラはスシローとかで出てくる普通のイクラです。で、提供されてもわからないと感じました。いつものお寿司にこんなに未来の技術が詰まってるなんてびっくりだよ。食べ物としても最新技術を体感できる、しかもお手頃価格で最高の体験ですな。待ち時間、整理券のシステムだけ注意しておこうね。あとはリングに登ったり
アニメートに寄ったり、いろいろ散歩して終了です。日本のパビリオンとかにも行きたかったけど、抽選当たる気配なし。残念だったね。でもこうくん的には万博どうだった？大満足。関西に住んでたら通期パス買ってたと思う。ゴールデンウィークだからかゲート内にコンビニもあるけど、コンビニですら並んでいたから、何をするにも並ぶのは仕方ないかな。ディズニーランドとか USJ みたいなものだと思うよ。キャラクター性がないだけで。実在の国や企業の展覧会だし、海外旅行に興味がある人、海外留学や世界史が好きな学生にもいいね。暑さ対策ってどうかな？屋根がある場所はそう多くはないけど、至る所でミストが吹き出てたり、水場が多いから湿度は上がるかもしれないけど、打ち水効果も期待できると思う。個人的には万博側でやれることはやってくれているって感じだよ。ただそれでも暑いのが日本の夏なので、行く人みんなが暑さ対策しようね。ポンタン見て。夢島駅の隣の駅、コスモスクエア駅だけど、中国語で宇宙広場だって。宇宙広場じゃん。なんかそのまま訳しましたって感じがするね。カタカナ駅名だとそうなりがちなのかも。じゃあ東京の臨海線の駅も面白いことになりそう。調べてみるね。品川海浜、天王洲島、東京電工だって。あれ？品川シーサイドはまあわかるよ。シーサイドだもん。天王洲アイルのアイルってアイランドってことだったの？逆になんだと思ってたの？いや、なんか響きだけで決めたっぽいなって思ってた。いやいや、そんな。東京テレポートなんかもっと信じられないんだけど。ちなみに何だと思ってたか聞いてもいいかな？どう考えても東京瞬間移動でしょうが。どこに瞬間移動するんだ？そういう近未来的な意味を込められているもんだとばかり。遠方、電信を意味する接頭辞テレと港湾を意味するポートを組み合わせた造語みたいだね。造語か。造語ならわからなくて当然だから僕は悪くないね。にしても中国語訳で意味が察せられているから、やっぱり漢字ってすごいよね。標語文字ってやつだね。万博ってやっぱり勉強になるな。いや、これは直接的には万博関係ないから。5月5日、今日は京都方面に移動だ。まずは京阪電車に乗って宇治中村藤吉本店へ。9時35分くらいにお店に着いたのに、喫茶は55組目、2巡目の案内です。あれ、この間年始の動画で1巡目だったら9時30分くらいにお店に行けばいいって言ってなかったっけ？そうなんだよね。もう数ヶ月でこんな感じでびっくりよ。新茶を先に購入しておき、喫茶には11時30分くらいに入れました。期間限定のマルト氷2150円。やっぱり抹茶のお店だからかき氷といえども味がしっかりあって美味しい。抹茶蜜は上掛けも中にすでに入っているものもあり、抹茶の味が全体に馴染みます。上にかかっているサワーソルトクリームが良いバランスを保っているのと、中にソフトクリームやゼリーも入っているので、飽きることなく最後まで食べられます。調
白玉やグラノーラもあるからか、かき氷だけでも十分お腹いっぱいになりました。続いては京阪電車で出町柳駅まで移動し、叡山電車に乗り換えて鞍馬寺へ。鞍馬寺に行くまでにロープウェイを使いました。その風景がこちら。走行中やめず急停車する場合がございますので、つり革手すりしっかりお持ちください。マイクもいいですよ。はい、動きます。ご注意ください。揺れますよ。安全のため注意をお持ちください。本日は鞍馬山のお堂を維持するためにご協力をいただきありがとうございます。このケーブルカーは鞍馬寺ご参拝のため信徒のご協力によって設置されたものです。さて、この鞍馬山一帯には昔から受け継がれてきた森があり、そこには草や木や虫や鳥などさまざまな生き物たちが互いに助け合い調和を保って生きております。鞍馬山ではこの大自然を天からいただいた宝物として尊び大切にしています。もちろん私たち人間も大自然の中の一員であり、さまざまな生き物たちと共に大きな力によって生かされているわけです。そのことにぜひ気づきたいと思います。そしてこの全てのものを平等に生かしてくださっている大きな力、宇宙エネルギーであり宇宙生命である大きな力こそが鞍馬寺のご本尊であり、尊天と申し上げて尊崇するのです。親方の皆様、この大切な自然は見るだけで傷つけないように心がけ、また森を汚さないために使用済みのゴミなどをみだりに捨てず、再び活用されるようお持ち帰りにご協力をお願いします。そして深呼吸をして心身を洗い清め、美しいお山の活躍を十二分にお受けくださはい、い。ご乗車ありがとうございました。まもなく到着いたします。停車中れますので止まるまでその場でお待ちください。お降りの際はお忘れ物ないようお待ちください。はい、少し揺れます。はい、どうぞありがとうございました。ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。はい、お疲れ様でございます。はい、どうぞいってらっしゃい。はい、ありがとうございます。宇宙などと思いながらお寺へ。そして鞍馬寺から歩いて山を登り、貴船の方に移動をします。前に貴船側から山を登ったことはありましたが、鞍馬寺側から登った方が全然楽です。貴船神社はどの季節に来てもいいですな。季節ごとの顔がある神社だね。水占いみくじってやつもやってみたよ。叡山電車はもみじのトンネルってのがありまして、夏は緑、秋は赤というもみじの移ろいを楽しめます。夜はライトアップもあるよ。移動して安いコンピラ宮に。毎回帰省するときはお礼参り含めて訪れております。今回は動画投稿とかし始めてから初参拝なので、良い縁を結んでもらえるようにお参りしました。5月6日、今日は最終日なのです。まずは4月にオープンしたばかりの常設イートインできる赤福に行くために難波にある高島屋へ。昔は梅田に伊勢丹ができて、そこにはイートインできる赤福があったんだけど、伊勢丹自体が失敗に終わったので一緒に閉店に。10年以上ぶりの出店になります。赤福氷800円。
赤福400円。赤福氷は夏の期間限定メニューです。冬は赤福ぜんざいに変わるよ。イートインできる店舗でしか赤福氷食べられなくて、昨年の夏に阪神百貨店で催事として発売してた時は長蛇の列だったみたい。常設になったから夏は混むだろうけど分散されるだろうからよかったね。ちなみに10時15分くらいにお店に着いて、並んだ上に提供されたのが10時45分くらい。時間帯気にしない人は午前中に行くと空いています。続いては阪神百貨店梅田本店のフードコートであるスナックパークへ。イカ焼きが一番有名だと思いますが、前に東京で催事やってた時に食べているんですよね。有名だからこそ催事とかでも買えるんだね。僕は一番好きなのはチョボ焼きです。チョボ焼き2個、たこ焼き2個のワンコインセット500円。チョボ焼きは元祖たこ焼きって言われている食べ物です。ここでしか食べられないんだよ。店舗としてはくくるという大阪にもいっぱいあるたこ焼き屋さんです。続いては切って大阪にある北陸プラスへ。なんか大阪で日本酒を気軽に飲み比べできるところないかなーって調べたら、昨年2024年7月にオープンしたお店みたい。富山、石川、福井の北陸3県の日本酒があったよ。 40ml4 回分1000円。こういう何しようかなーって選んで飲む日本酒とっても好き。僕は銘柄とかあんまり覚えないのもあるから、直感で気軽に選べると楽しいんだよね。新潟でいうポン酒館みたいなところだね。続いては阪急梅田本店のハウスカレーパンの日へ。結構昔からあったようですが知りませんでした。ハウス食品のカレーのカレーパンです。バーモンドカレーパン432円。ジャワカレーパン432円。濃厚チーズカレーパン540円。お持ち帰りタイプなので翌日の朝ごはんにしようと思いまして、お家で温めてこんな感じ。味はもちろんおなじみの味です。日本の自宅で作る欧風カレーをカレーパンとして味わえます。ちなみに全国で阪急梅田本店だけでしか買えません。大阪に行った際にはぜひぜひ。あとは自分用のお土産を買って帰ります。551の豚まん10個2300円。ズーチ900円。陸路おじさんのチーズケーキは大阪で有名なローカルチーズケーキだけど、さらにローカルなのがズーチ。寝屋川の茅島というところに店舗があります。スフレタイプのチーズケーキです。どっちも美味しいよ。大きな違いは陸路おじさんのチーズケーキはレーズン入り、ズーチはレーズンなしって感じ。定期的にインスタグラムのアカウントを見ると催事出店情報があるのです。今回は最寄り市という京阪沿線の駅中店舗で買えるので、京橋駅の最寄り市で買いました。ちなみになんだけど、これもツイッターでバズってたジェネリック陸王子チーズケーキが東京でも買えるっていうお店、
アミーゴに2月に行ったけど、こっちは味も違うなって感じたから、僕にとっては陸路おじさんのチーズケーキとズージの2択だなって思ってるよ。大阪で買えるお土産情報ですが、551は伊丹空港にもありますが、結構並びます。比較的 ANA の保安検査場前の店舗の方が空いてはいるよ。1月に撮った動画だけど、陸路おじさんのチーズケーキは実は穴場なのが伊丹空港なんです。なぜ穴場かというと、保安検査場通過後の JAL 側エリアの店舗なので、551と違って数日後にしか買えない場所にあるからなんだろうね。じゃあ ANA に乗る人は利用できないのかな？ ANA 利用者ももちろん行けます。ただし JAL 側の方の保安検査場からは入れないので、ぐるっと歩き回ることになります。保安検査場を通過し、13搭乗口方面に向かいます。行き止まりかと思いきや、端っこから通過することができるんです。まっすぐ歩いていくと JAL 側エリアに到着。僕的にはここで買うのが一番楽だとは思っています。あと隣にあるのが気安荘本舗で、ここのみたらし団子は注文してから餅を焼いて作ってくれます。重曹の店舗やデパートとかにもお店があるけど、ここもすっごい並ぶんだよね。焦げの多さも調整できるけど、飛行機に乗る場合は焦げ多めだと食べる頃には苦いと思うので要注意。新大阪駅にもお店はあって、新幹線の中で食べるときは焦げ多めとかをリクエストしています。ANA エリアから JAL エリアへの移動。片道多めに見て10分くらいと想定しておくのが安全です。早歩きで5分くらいで行けるけど、時間に余裕を持って飛行機に乗るためにね。以上、本丹と行く大阪旅行万博お出かけ編でした。こうくん、帰省という名目の割にかなり歩き回ってない？ 1日目31,997歩、2日目22,350歩、3日目21,839歩、4日目14,391歩でした。しんどい。尻尾も筋肉痛だよ。良い子のみんな、初めて万博に行くっていうのに、前日に3万歩超えの移動をしたり、2日間めっちゃ歩き回ったのに山登りするとか、ハードなスケジュールは組まないことをおすすめするよ。そんな人なかなかいないよ。また8月に大阪帰省する際に、夏休み期間の大阪万博に行ってみますよ。炎天下の大阪万博、どうなることやら。今回の動画いかがでしたでしょうか。面白かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。